このダブル3は何年式74年です。74年ですか。いうことはもう結構ダブル3としてはまあまあ真ん中ぐらい、いや真ん中らへんですか。初期で70年が後期。そういや74年なんですけど、これ前期型のモデルですね。カラーリングはねそんな感じですもんね。作りも全部前期ですよ。んでも74年って見ましたね。なんかちょっとあれなんですけど。これはもう塗装も当時のままですねこれ。ほぼ全部そうメーターがね Z と一緒なんですよね。750RS と共通でね。このっていうかフロント周り全部がほぼ Z ベースです。そうですもんね。ディスクが2枚になってるだけで。そうそう。変な話だけど7班のRS がねシングルディスクでね。そうですね。これ全然止まんないですよね。こちらはダブルディスクですよね。こっちの方がブレーキA ブレーキつい1て枚4キロぐらいあるんですよ。重すぎるんですよこれ。あ全然止まんなくなる。そうですそうです。すごいジャイロ効果生んでるんで。ジャイロ効果があるんで。はいはい。曲がんないですね。なんかドラムブレーキの S とか SA とかが軽いしよく止まる。やっぱそうですよね。これ雨に弱いんで。パッドとかローターの材質ですよね。やっぱそうなんですかね。基本的に僕乗ってるのもねZ 線なんですけど同じですからね。雨降ったら全然効かへんですね。穴開いてないと水が切れないんですよ。雨の日に乗ってブレーキかけるでしょ。加速するんです。0.5 秒効かないんですよ。で1秒経ったら巡っていきなり切れる。そう水がね水のマックがちょっと切れたらね。タイムラグが。これはダブこれもダブル3のダブ1スペシャル仕様ですね。ダブ 1S のタンクの、純正ではないんですけど黒色のタンク、で一応雷属仕様ということでシートを自分でしはったんですか。よくできてるですね。シートこの辺がね出っ張りがマジでぶち切れながら作って難しいですよね。めちゃめちゃ難しい。フラットなシートやったら一応下がこれかな。今純正これなんです。タクロンの S 仕様なんですよ。このままで。中身はスプリングですか、じゃあシートの中は。いやスプリングじゃないですよ。3のベースで表皮だけ。なるほど。じゃあ乗りやすいタイプですね。結構高めなんですよ。ダブ S とか SA はねバネの中もなんかコルクかなんか分からへんけどね赤いクッションみたいなやつが入ってるんです。結構硬めのねコイルのバネ入って笑いますよね。一昔前のタコ高いベッドみたいなやつぐらいか。さすがアイコンが変わってるぐらいですね。これ70これが3年の73年だ。一番最初の方ですね。初期型のはずでしょ。で、そうなんですよ。前期型がこれがあって後期がないんですよ。そうですよね。じゃあかなり前期型でも後の方に作られたやつかもしれないですね。じゃあエンジンかけてもいいですか。マフラーもダブ SA とか S のこれはサイレンサーがダブ S のやつで、エキパイは専用のなんか手曲げのちょっとあれですね。なんとかいうエラ張りってやつです。エラ張りですね。このタンクの揺れがすごいですよね。そうです。これは結構もう振動がやっぱり出るんで。すごい振動。
なく取り付けしたんですよ、はい。そしたらまずピッチが合わないですよね、取り付けボルトの。はいはいはい。それをキャブが加工して、はい。でそこからもう地獄のセッティングですよ。ああ、そりゃそうですよね。これ余る口径どれぐらいですか930ってやって、はい30ファイですね。ああ、30パイね。はい。だからちょっとオーバースペックなんですよ。ああ、はいはい。純正の元々のあれよりはちょっと大きめなんですね。純正が28とか27ぐらいなんで、うん。でメインジェットもいろいろ変えて試しての繰り返しで、うん。半年ぐらいかかったかな、それで。ああ、もう今はまあそこそこセッティング。もう下から上までノッキングなく綺麗に拭ける感じです。ああ、もう完璧ですね、そしたら。この色懐かしいな。カタログのあれは何かな、ロンドンブーツ履いてなんかまたがってるカタログ知ってます？このW3の。その時に使われてた色。これのね、この色やったかちょっと赤いうかオレンジの方やったかやけど、ラインはこれですね。カップルでね。もしかして漂う男の大衆って書いてる背景がレンガの。やったかな。赤だと思います。バイザー付きのジェットヘルかぶってね。ジーンズがね、ひょっとしたらパンタロンっていうのちょっと裾の広いやつやったかも、その当時履いてたからね。自分がですね、平成生まれなんですよ。だから当時の色とかがわからない、一切わからない。昔のあれだったらみんな若い頃は歌を見てたと思うんですけど、もうちょっと濃いか鮮やかな色ですよね。まあ僕もどれがどんなんやって詳しい説明しろとできへんけど、そうですね。一応メタリックなんですね。そうです。結構細かいフレークが入ってて、やっぱなんかかっこいいですよね、そういうところ。W3、まあW1もそうやけど、基本北米に輸出しよう思ってね、川崎が。じゃあ海外目標があったんですね。そう、だから派手ですよね、どっちかというとカラーリングがね。なるほどなるほど。W1スペシャルどっちかというと、まあ地味いうこともないねんけど、まあメッキに単色ですもんね。でこれではアメリカで売れへんいうことなんで、あれの赤タンクとか青タンクね、出て、だけどまあアメリカ人からしたら A 社のコピーみたいな感じやからねあんまり目新しさがなかったんでね。これも BSA の A10 かなんかのコピーですもんね。そうだからW1系を知らないアメリカヨーロッパの人が結構多いですね。そうですか。日本でやったらめちゃくちゃ有名なんですけどね。だから YouTube なんかでアップしたらこれなんていうバイクってよう聞かれますね。そうですか。日本人でバイク好きやったらまあ聞く人がまずいてないですけどね。そうですね、有名ですもんね。まあちょっとうんちくでいやー楽しいですねそういうの教えてくれると。W2 の SS やったかな、TT やったかな、スクランブラー仕様ね。コマンダーみたいなやつですね。そうあの辺もねアメリカ意識してね、そうですか、作ったやつですね。向こうはやっぱりああいうデザートの砂漠のとこ走ったりとかね、そういうの人気あったんで。でもこれ車重がめちゃくちゃあるんで、ああいうスクランブラーにしてもすごい大変なんじゃないかなと思うんですけど。大変思いますもう変なとこ入っててスタックしたらもう自力で脱出できへん。できないですよね。なんぼアメリカ人体格へ言うてもねそういうとこはまああるからいいかもしれないですね。まあとこは500ぐらいの短気筒のやつとかね。確かに。随分軽いですよね、500短気筒。まあ向こうはね山じゃなしに平地の丘陵の砂漠みたいなね、荒れ地みたいなとこやからね。だから日本でいうガヨみたいなやつないんですね、あんまり。スティーブ・マック・イーンのエル・シノアとか分かります？ホンダのコマーシャル出たんやけどね、まあほんまの荒れ地の砂漠ですね。そういうとこを走る感じですかね。マック・イーンは柵をバーッと取り組むイメージ。大脱走ですねザ・ゲート・エスケープですね。そうなんだよ。W1 はやっぱ同年代に乗ってる人いないんでそうみんな上ですよね。今年なんぼ33ですね。めちゃくちゃ若者ですねだいたい67、もう70代に結構ねキックできるんかなというぐらいの人を乗ってやるのもよう見ますから。二回りぐらい年上の。
バイクですか。すみません。いやいや、もうありがとうございます。ろろ面白いですね、やっぱ話聞くと。話いえいえ。お気をつけて。